こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と鈴木です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、大腿骨頸部骨折とはすごい漢字が並んでますけど、はい、大腿骨頸部骨折結構よく聞く名前だと思うので、それについて簡単にね説明したいなと思います。で、この骨折をされた方に対しての介護であったり介助する上での気をつける点っていうのは結構ありますので、そこもね解説したいなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術や、こういったね座学を発信していますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。以前のショート動画で紹介したおすすめの転職サイト介護ワーカーさんは概要欄にリンクを貼っておりますので、気になる方はチェックしてみてください。じゃあ早速ね、大腿骨頸部骨折とはというところから話していきます。はい、ということで、大腿骨頸部骨折ですね。ちょっと大腿骨を、書いてみました。ここにまだね下あるんですけど、よく見るのがこの上ですね。はい。これちょっと骨頭大きいですけど、部位の名前だけお伝えしていくと、ここごめんなさい今言いましたけど何ですか？骨頭。そうですね、骨頭ですね。大腿骨の骨頭、骨の頭、骨の頭と書いて骨頭です。ごめんなさい字が汚いのはお許しください。じゃあここ。はい。ここなんですか？そこですか？はい、ここですね。ここは腰ですか？腰じゃないです。何ですか？頸部です。そうですね。頸部ですね。ここがいわゆる頸部ですね。首ですね。大腿骨の首に当たるところ、頭があって、首ですね。はい。はい。なので大腿骨頸部骨折ってここのことですね。はい。じゃあ今度ここ。はい。はい。大天使です。そうですね。僕らの動画でよく出てきます。ここね、骨の横の出っ張りですね。はい、大腿骨の大きい骨の出っ張りを大天使と言います。はい。じゃあ今度ここ、ちっちゃい骨の出っ張りがあります。ここ。何ですか？これ小天使ですね。おー、なるほど。大きい天使の代わりというか逆に小天使ですね。はい。これぐらい覚えておいてもらえたらね、結構出てくるワードかなと思うんですけど、骨折の部位によって骨折の名前が変わってきます。ここで折れたら大腿骨の頸部骨折ですね。で、ここで折れたら、ここで折れたら大腿骨の大天使、小天使のあたりで折れたら、これ天使部骨折ですね。はい。で、この下、このあたりで折れたら天使下ですね。下で天使下骨折、天使の下の骨折で天使下骨折で、これより下になってくると骨幹部ですね。骨の幹の骨幹部ね、骨幹部の骨折っていうふうに名前が変わってきます。はい。なので、これで骨折がどこで折れてるかっていうのはね、簡単にわかるかなとは思うんですけど、今日説明したいのはここですね。大腿骨の頸部骨折。はい。頸部骨折をするとよく効く手術。はい。何ですか？よく効く手術。はい。ちょっとわからないです。わからないです。はい。人工骨頭とかよく言いますよね。はい。人工骨頭ですね。読んで字のごとく。人工的な骨頭ですね。なのでここで骨折したら、血流が阻害されてこの骨頭がね、骨頭にうまいこと栄養がいかずに壊死してしまったりするので、ここをもう落としてしまって新しく人工的なものを入れる、それが人工骨頭です。それ以外にもね、血流が阻害されてないなってなったら、ここはもちろん生かして別の手術方法とかもいっぱいあるんですけど、人工骨頭が言われます。じゃあこの人工骨頭結構よく聞く名前やと思うんですけど、大腿骨頸部骨折っていうのは高齢者が、骨折しやすい、4つの部位があるんです。そのうちの1つなんですね。はい。その他3つ分かります？大腿骨関係なくですか？関係なくです。高齢者が骨折しやすい部位。難しい名前言わなくても、場所で言うと。場所ですか？肩。そうですね、肩。はい、肩。折れやすいです、ここ。手首。手首、そうですね、手首の骨折。あと1個。これまたよく聞きます。腰。そうです、腰。圧迫骨折ですね。圧迫骨折と手首のコレス骨折とか、あとは肩ですね。大腿骨、上腕骨のこの骨頭の骨折、筋部ですね、骨折っていうのが高齢者の骨折の後発部位4つなんですけど、なのでよく聞く名前なので覚えておいてほしいんですけど、大腿骨の頸部骨折、そうすると人工骨頭になるかもしれない。はい。じゃあ何が言いたいかなんですけど、人工骨頭っていうのは結構
解除する上でリスクがあるんですね。なんでかっていうと、新しく人工のものにするので、ここに骨盤があって受け皿があるんですけど、脱臼しやすいんですよ。脱臼しやすいので、股関節の、脱臼、ごめんなさいね、ちょっと書き方わかんないですけど、脱臼ね、しやすいんで、その解除で注意しないといけないんですけど、ごめんなさい、もう一個言い忘れてましたけど、人工骨頭の他にも同じように注意しないといけないのが、THA ですねって言われる手術。これは骨頭だけじゃなくて、こっちの関節の骨盤の方も入れ替える、このトータルで股関節を変えるっていう意味の手術になってきます。 THA ですね。これら2つの時に注意しないといけないのが脱臼です。で、脱臼しやすい C、近畿 C っていうか、その姿勢ですねっていうのがあって、これは手術の方法によって脱臼しやすい向きとかがあるんで、そこは先生とかお医者さんにね確認してほしいんですけど、よく言われる言い方が、だから前のね、座学でも説明したんですけど、屈曲とか複合的なね C があるんですよ。屈曲、内転、内旋とか、なのでこういう言葉は覚えておいてほしいのは、そういう意味ですね。屈曲、伸転、内転、外旋とか、結構ね、その向き、股関節の動かす向きによって脱臼 C っていうのが出てくるので、その辺は先生とかに確認して注意してほしいです。で、そんなん言うてもなかなか分かんないじゃないですか。なので簡単に ADL の中で、日常生活の中で注意すべき点をお伝えしたいなと思います。まずは入浴ですね。お風呂に入るときは低い椅子、一般的に家庭にある椅子って低いじゃないですか。ああいうところに、ああいうのに座ると屈曲がしすぎちゃうんですよ。下屈曲、曲がりすぎちゃうんで、後ろに脱臼しやすかったりするので、できるだけシャワーチェアですね、福祉用具、そういったものを取り入れてください。で、トイレももちろん洋式にしてください。和式だったらもうしゃがむので股関節が下屈曲してしまうので脱臼しやすくなってきますし、あとお布団で寝てる方ですね、和式ですね、和式畳での生活をされている方っていうのは、できるだけお布団からの立ち上がりってなると股関節脱臼しやすくなるので、ベッドを使ってほしいです。それと一緒で、和式の生活なので、普段ね、日中こたつとかそういった床で生活、なんか言葉が悪いですけど、畳で生活されている方はできるだけ、椅子とかテーブルを使って、洋風な生活に持っていく方が脱臼としてはリスクとしては少なく抑えれてきます。あとはね、靴の履き方とかもあるんですけど、靴の履き方も足をね、こういう風に外にひねってやっちゃうと脱臼しやすかったりするので、できるだけ内とか座った状態、足を上げて履くんじゃなくて、座った状態で体を曲げて靴を履くとか、そういった注意点も結構ありますので、その辺もね意識してね気をつけてもらいたいなと思います。あとさっきこたつって畳での生活って言いましたけど、正座とかでしたらまだいいんですけど、お姉さん座りですか、こういう形の、外に広げるような座り方とか、ああいうのは良くないので、なのでね、座り方、床に座るってなると、やっぱり正座はいいって言っても、そこから立ち上がるのがね結構股関節に負担かかったりもするので、できるだけ椅子での生活が望ましいかなと思います。以上でちょっとね、股関節、頸部骨折ですね、結構出てくるキーワードになってくるので説明させていただきました。鈴木さん、何か、質問かもしくはワンポイントアドバイスがあればお願いします。質問ですね。介助とか、現場で行った時にどういうことを失敗すると骨折の原因になりやすいとかありますか？どういうことを失敗すると、もちろん転倒転落はそうなんですけど、例えばそうですね、人工骨頭入ってる人に移乗する時に足に利用者さんの足に体重乗って回転する時とかに脱臼のリスクあるのかな。なので基本的には骨折して手術したってなると必ず筋力落ちますので、両方とも落ちます。でも手術した方ですね、手術した方はもうちょっと落ちたりするので、車椅子はいい方につける、肩麻痺とかもそうですけど、いい方につけてあげてください。乗り移る方をいい方にする。
そしたら、そっちが軸足になるのであまり負担はかかってこないです。膝折れのリスクも減ってきます。はいなのでこうグイって無理にねじれたりもしにくくなるので、そこは気をつけてほしい点ですかね。異常の時なんか特にそうですね。大丈夫ですか？大丈夫です。ということで、いつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術であったり、こういった座学もねちょっと入れていこうかなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録応援のほどよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。